、こんにちは。走行中、窓開けて腕出してるやつ、アホ。よろしくお願いします。柄悪いじゃん。はい、いや、気持ちいいんだ、あれは。あ、そっか。よくわかんない。ということで、本日はですね、こちらの、ワゴン R FTS リミテッド MH22S と、あちらのワゴン R MH22S スティングレイ。これ、どちらもターボで、どちらも同じ M ターボ、マイルドターボなんですね。今回は何をするかというと、こっちって、この動画で見たブーストアップしてんじゃないですか。それと、この動画で見たエアクリーナーの交換してんじゃないですか。さらに、この動画で見たマフラーで排気効率も上げてるというので、給排気とブーストの、いわゆるライトチューン。コンピューターのセッティングはしてないんだけども、いわゆる貧乏ライトチューンをしてる状態のリミテッドなんですよ。対して、あちらのワゴン R スティングレイ。わらしべ長者でもね、企画して、今ね、ようやく形になってきました。はい。はい。こちらのワゴン R スティングレイは仕様が本当にフルノーマルなんで、この FTS リミテッドのライトチューン仕様とスティングレイのフルノーマル。本当にライトチューンで速くなってんのか、はたまたフルノーマルのスティングレイの方が意外に速いんじゃないか。このタイミングをですね、鐘も鳴ってますけども、比べてみたいと思います。はい。それと同時にですね、おかげさまでマーブラック乗り物 TV チャンネル登録者数1000人突破しました。本当にありがとうございます。3月21日午前7時50分に登録者がですね、1000人を到達しました。その時間帯にチャンネル登録をしてくれた方、そこのあなたは1000人目の登録者です。ありがとうございます。はい、狙われてますよ。そして残りのね、999名の登録者の皆様、本当にありがとうございます。感謝しております。感謝しております。カットでもね、本当に、まさかこんなジジイとババアのおしゃべりトーク、雑談交えた。ちょっと待って。はい。何と何だって？おしゃべりジジイとおしゃべりババア。違うね。のトークを交えた車系自動車 YouTube をご覧になっていただいて、本当にわざわざチャンネルも登録していただいて、本当にありがとうございます。本当に心から感謝しております。ありがとうございます。で、1000人達成したから、はい。帽子取っちゃおうか。取った。カットだろ。カットだね。はい。ということで、まあ、1000人到達したんで、まあ、これからね、さらにバージョンアップもしていかなきゃいけないし、以前お話ししてたカーミーティングのお話なんかも進めていきたいんですけども、まあ、そこはね、また次の動画以降でいろいろお話ししていきたいなと思います。同時に、LINE の公式アカウントで、マーブラックと直接会話のやり取りもできるアカウントも存在しますので、公式アカウントがありますので、それを私の方に直接ダイレクトにメッセージが来るようになってますので、ぜひね、エンディングの方で、アカウント名が書いてありますので、そこからチェックして、お友達追加していただければなと思います。私が入れてもいいの？ M さんと俺が会話したってしょうがねえだろ。ごめん、明日ちょっと用事あるから。バカ野郎。M さんの場合は、電報でお願いします。電報2000円取られるの知ってた？はい、もうそんなね、どうでもいい話はさておき、もうマーブラックが1000人超えたら、真面目なお話しかしません。はい。おい、なんか突っ込め。本当だよね。いや、突っ込めじゃないよね。冗談です。はい、ということで、こちらのライトチューンの M ターボとフルノーマルの M ターボ。こちらのですね、加速対決をしてみたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい。ということで、早速加速対決したいんですけども、何やら M さんがちょっと言いたいことがあると。はい、どうぞ。何ですか？本当にさ、はい、ノーマルなの？あ、スティングレ？そう。あ、フルノーマルですよ。ちゃんと証拠見せてくれないと。じゃあちょっと見比べてみようか。そうだね。オッケーオッケー。ちょっと待ってて。はい、お待たせしました。まずは、はい、こちらのスティングレイのフルノーマル。これが MH22S の M ターボのフルノーマルの状態です。はい。フルノーマル。だからエアクリーナーとかも、もう何にもいじってない。さっきも言ったこの動画のインチキブーストアップ、もう何にも手加えてない状態なんで、整備とかしかしてません。なので、本当の60馬力。走行距離は94,400キロ。中身スカスカだね。あっちのリミテッド見たらもっとスカスカです。もっとスカスカだった。
はい。で、これでフルノーマルでしょ？はい。エアクリーナーもノーマルだし。うん。で、マフラーもノーマルなんで行ってみましょう。はい。はい、マフラーはこちらです。マフラー、ドン。はい、ノーマルでしょ？じゃあ、こじんまりしてるでしょ？いや、私これでいいよ。お前の車じゃないよ。ということで、これが今、スティングレーの状態です。はい。後ほど、エンジンのかけたところとエンジン音とか、聞き比べてみたいと思います。そうね。はい。じゃあ、続いて FTS リミテッドの M ターボに行ってみましょう。はい、こちらは、先ほど言った通り、エアクリーナー。車外のエアクリーナーね。これはこの動画を見ていただければわかる通り、結構吸入音も爆音です。シュゴーって音もするんで、まあ、やる気にさせるエンジン音だな。吸気音だな。やる気？はい、やる気にさせます。で、これでエアクリーナーを入れてることによって、まあ、吸入効率が上がってるんで、加速力がちょっと高まる。全体的にね。はい。で、あとはマフラーです。行ってみましょう。はい、それで、このリミテッドは、この動画でもお伝えした通り、こちらのマフラーです。これはね、もう本当ほぼストレートなんで、抜け重視なんで、だから正直これに変えてからトルクはなくなりました。ただ高回転はやはり伸びるんで、実際にね、このノーマルマフラーと交換してみたら、どんな感じで加速感が違うのかっていうのを撮ってみたいと思います。今ね、はい。まじまじとババアの顔が出ちゃった。じゃあ参りましょう。はい。はい、そしたら、ついでに加速対決の前に、エンジン音、で、吸気音と排気音、この違いをちょっと比べてみたいと思います。あっちからね。そうだね。まずはスティングレーからいってみましょう。じゃあまずはエンジンの吸気音。はい、エンジンかけます。はい、これで吹かします。っていう感じです。まあ、これは当然だよね。フルノーマルなんで。ついでに、排気音を持っとってみたいと思います。はい、行きまーす。汚れた？多分、ちょっと、まあ、洗うか。すすがちょっとついたぐらいだから、洗えば多分落ちると思う。ごめんね。悪気はないから。はい、続いて FTS リミテッドの吸気音と排気音を聞いてみたいと思います。エンジン音からいくよ。はい。もうまずここで音が違う。はい。はい、じゃあ行きます。っていう感じです。はい、今度は排気音です。はい、行きます。はい、ということで、こんだけ差があります。で、これがじゃあ一体速さにどれぐらい影響してるのかっていうのを比較してみたいと思います。一つ重量の違いが、こっちは FF なんです。あっちのスティングレイ実は4駆なんです。ダメじゃん。なので、M さんがスティングレイで私がリミテッドでもいいし、まあそこら辺は相殺でノーカウントで。4駆の方が馬力があるから、って思うでしょ？でかいのを乗った方がいい。不利だと思うでしょ？違う、力強い。だって重量あるんだよ。パワーは同じだよ。そんなことないの。力あるもん。だってホイールスピンするほどのパワーないじゃん。どっち？どっちもだよ。あっち足しっかりしてる。だって60馬力しかないんだから。分かったよ。分かったよ。あっち乗った方が多分いいんじゃない？ほら。っていうか私あっち。私こっちの。正直、M さんどっちが速い？私普通に4駆の方が速いと思う。なんでそうなの？違う。やっぱこっちの方が速いの？下馬用でだって普通にこっちチューニングしてんだよ。でもこっちフルノーマルだよ。本気を見たことないから。だから同じ60馬力だっつって。わかんねえ、バカだな。バカじゃねえよ。真面目な男じゃならなかったの？だって普通にどう考えたってチューニングしてる車とチューニングしてない車だったらチューニングしてる車の方が速いです。4駆の方が速い感じです。だからパワーは同じだっつって。分かったよ。わかんねえ、バカだな。ねえ、真面目な男はどこ行ったの？やると。真面目じゃない。はい、ということで、ただ、普通、一般的なね、M さんもう度外視だけど、一般的な競馬用からしてみると、普通はやっぱチューニングしてる方が速いはずなんですよ。しかもこっちにブーストを上げてるから、これ、両方とも純正値のブーストは 0.5 キロ。なのに対して、これブーストアップしてて、0.7 ぐらいまで上げてある。だから下級圧上げてあるから、もっと下級かかって加速するんで、こっちの方が速いんです。ただ、マフラー変えたり、吸気を変えたりとか、そういうのあるから、
じゃあ実際に用意どうしたらどれぐらい違うのか。前に、ほら、この動画でさ、DI とこのブーストアップするリミテッドで用意ドンしたじゃないですか。あの時はマフラーノーマルだけど、ブーストアップはしてた。だからそれの比較をした時は DI の方が出だしがね、良くて、後の加速は基本的に同じだというのがあるんで、まあ、果たしてどっちが比較してみたいと思います。それでは会場へ、レッツゴー。さあ、それではですね、スタートしてみたいと思います。一体どっちが速いのか、興味津々です。それでは参りましょう。レッツゴー。3、2、1、スタート。さあ、負けちゃう、負けちゃう。負けました。3、2、1、スタート。さあ、負けちゃう、負けちゃう。負けました。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった、エムさん。加速ね、良かったよ。自分のが。速さ良かったよ。速さは。良かった。で、何が良かった何が良かった、分かったよ。ほら、前はさ、坂道も登れないノラマのカメラ。ちょっとやる気になったんかな。ほら、やる気になったでしょ。違う。今言ったね、今、やる気になったかなって。車がやる気になってきた。お前もやる気になってる。はい、ということで、レーシーなサウンドはドライバーのやる気を注ぐということで、まあ今私スティングレー乗ってたんですけど、正直ベタ踏みだったんですよ。十分早いじゃんね。そう、だからやっぱね、感覚的に両方乗り比べて、フル加速した時とか、あれこっちも結構早いんじゃないかなって思ってたの。早いよ。そしたらやっぱ意外にも結構早くたよね。早かったでしょ。ってことはさ、このリミテッドブースト 0.7 かかってるけど、一体どうなってんの？ 4 区には勝てないんだよ。いやだから、60馬力しかないから、パワーいずれにしても FF だって伝えきれてんだから、そんな差異ないんだよ。逆に4区は重量増しちゃうから、デメリットの方が大きいんだよ、このパワーだったら。これが600馬力、700馬力あるんだったら話は別だけど、たかだか60馬力ぐらいだったら、FF でも十分対応できるから、駆動伝えきれるから。でもちょっとね、正直、私思いました。意外にスティングレーやっぱ速いなって。早かったよ。これタービンもう終わってるかもね。まあ、よくわかんないけど、お医者さんじゃないから私はわからない。ブースト 0.7 かけてても、まあ、正直、もっと速度域が上がった状態。今、ヤワキロ出したんですよ。ヤワキロね。ヤワキロ。ヤワキロまで出して、あれ、私そこまで出してなかった。あ、出てた。出てた？出てた。ヤワキロ出して、どっこいだったんですよ。で、そのヤワキロに到達するあたりの時、こっちがじわりと話し出したんですよ。だからもしかしたら、ヤワキロ以上からこっちが本領発揮するかもしれない。必然的にほら、マフラー変えてるから、抜けがいいから、どちらかって言ったら高回転の方が強いんですよ。だからもしかしたら、本領発揮する前で終わったのかもしれない。だけど、でもブレーキかけたよ。見えなくなった。だからそれヤワキロに足したからですよ。だからヤワキロ以上だったら、こっちの方がじわじわ話し出す可能性ある。ちょっ
っと話出してたから。だから、出だしはやっぱりノーマルマフラーだから、こっちの方が良かったのかもしれない。それで、どっこいだったのかもね。はい。ということで、意外な結果になりました。だからもしかしたらこっちがタービンくたびれてて、ストップ。はい、ということで、意外にも大して変わりません。マフラー入れても、ブースト上げても。だから、もしかしたらこっちがブースト、タービンがくたびれてる可能性はあるんだけども、同じグレードでライトチューンとフルノーマルであっても意外に変わらない。まあ、コンディションがね、もしかしたら違うかもしれないんだけども。これはね、知ってるんだ。何ですか？この違いは、若さだよ。私の方が若いです。まあいいや。しかもスティングレーの方が若いです。あ、そうなんだ。こっちの方がやっぱ若い。スティングレーの方が若い。じゃあやっぱ若い子勝ちだ。フレッシュなんだよね。僕と一緒だよ。フレッシュなジジイなんだよね。はい。ということで、これをね、私の登録者さんたち、ほら、MH2122 多いんで、はたまたこれ、同じ K6A エンジンに乗っかってる人、ワゴン R 以外の人たちでも、ちょっとした参考にはなると思うんで、ワイルドターボって、M ターボっていうのは鈴木の全部の中であるから、だからまあちょっと参考にしてくれればいいかなと思います。いいかな。はい。はい。ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。登録者も1000人ありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画の配信が通知で受け取ることができますので、ぜひ、ベルのマークをオンにしていただければと思います。同時にですね、マーブラック公式アカウントをやっております。エンディングのアカウントのところをね、見ていただいて、LINE 登録でお友達追加していただけますと、愛車紹介の画像を送ったりとか、直接マーブラックと話してみたいとか、質問してみたいとか、そういうのなんかが直接私の携帯の方にピロリンと来ますんで。お得な情報はないの？お得な情報は、だから、ユーザーさんによって、そのお得な情報って違うだろうから。またそこは、おいおい、こっちから発信するときもあれば、まだね、正直、その LINE の公式アカウント使い切れてないんですよ。やり方まだ分かってないんで、詳しく分かってないんで、今、メッセージ、まあ言うなればもうダイレクトメッセージだよね。直でもうやり合えるような感じになるんで、まあそれでね、コメントし合えればいいかなと思います。まあ、もちろん YouTube 上でもコメントで会話できるんですけども、まあ LINE、コアな質問に関することだったら、車に関する質問とかそういうのに関しては、LINE の方に送っていただけると非常に助かるなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あと大事なことは、ちゃんと自己紹介しようね。自己紹介？はい。本人はちゃんと自己紹介してるの？私、マーブラックと申します。はい。おいくつですか？公表では30歳以上と伝えております。はあ。はい。わかりました。はい。じゃあ M さんもやる？私の免許はゴールドです。どうでもいいよね。はい。ということで、またお会いしましょう。さよなら。